こんにちは、ゆうかです。今私は中国の北京市に来ています。今日はこれから中国の高速鉄道に乗って上海の方まで移動してみたいと思います。中国の高速鉄道は日本でいう新幹線みたいな存在で、中国の主要都市を結ぶ代表的な移動手段なんですよね。しかも今日はその中でも一番グレードが高いビジネスクラスを予約してみました。どんな鉄道旅になるかとっても楽しみです。それでは行ってきます。入場ゲートはこんな感じです。高速鉄道なんですけど、このように保安検査があって一回手荷物を検査してから中に入ります。で、あらかじめ買ってあったチケットとパスポートを提出して中に入ることができます。你好。今日はお母さんと一緒なんですよ。なので荷物をアシスタントしてもらってます。ありがとうママ。こんな感じで荷物を中に入れていきます。見て見て、中国のマック、麦逃亡マイタンラオって読むんですけど、日本語読みしたら面白い。ビジネスクラスの切符を買うとラウンジを使用することができます。ビジネスクラスラウンジ行ってきたいと思います。じゃん、ラウンジ発見。ラウンジの中はこんな感じになっていて、ソフトドリンクだったり、あとはいろんな中国系のお菓子が並べられています。こんな感じで見たことがないお菓子ばっかりです。あとはコーヒーマシンがあります。お母さんにコーヒー作ってってあげよう。私は紅茶にしました。アルコールはさすがになかったですね。日本の新幹線のラウンジでもアルコールはないので同じ感じなのかな。それでは初めての中国の高速鉄道に乾杯。このお菓子はひまわりの種らしいです。日本にはあんまりないから珍しいですよね。美味しい。ここの北京南駅まで来るのにタクシーで来たんですけど、タクシーの運転手さんに今から高速鉄道乗るんですよっていう話をしたら、めちゃくちゃセンスいいねって言われて、あの座席はすごいよって言われて、音楽を聴きながら快適に移動できて最高だよって言ってたので、すごい楽しみなんですよね。時間になったので専用のアテンダントさんが乗り場まで連れてってくれるそうです。すごいサービス。北京南駅は中国でも最大級に広い駅なので、案内がなかったら完全に積んでました。専用レーンとかではなく、結構強引に長蛇の列をスキップしていきます。ホームは1から24番線まであって、すべて高速鉄道専用だそうです。すごい規模感。今回乗車するのはこちら、復興号 G31 という列車になります。赤と金のラインが入っていてかっこいい。それでは早速乗り込んでいきましょう。おー、すごい。ここがビジネスクラスです。座席数は5個しかなくて少なめですね。今日の私の座席はここです。 2F。 ビジネスクラス誰もいなくてめっちゃ空いてますね。おお、座り心地もめちゃくちゃいい。すごいすごい、窓がめちゃくちゃ広いです。景色も楽しめそうですね。红茶、绿茶、东方树叶、可乐、雪碧、果汁、咖啡，需要喝什么？啤酒有吗？啤酒啊，没有啊，那
可乐。好的。早餐有提子面包，需要吗？うん。好的。今から北京から古州駅というところで今日は降りるんですけど、距離が1200キロもあるんですよ。わかりやすく言うと青森から岡山くらいの距離を今から移動します。時間はだいたい4時間くらいなんですけど、あっという間に着きますね。座り心地が良すぎてめっちゃ楽しみ。楽しみ。7時55分に出発しました。56分出発予定だったんですけど、なぜか1分巻きましたね。ついに中国高速鉄道の旅が始まりました。せっかくのビジネスクラス満喫し尽くしちゃいな。今日のスローガンはこれでいきたいと思います。もちろんね、車内サービスには飲み放題とかもついているので、1200キロでできるだけ暴れたいと思います。それじゃあ座席の紹介をしてみたいと思います。まずはシートピッチはめちゃくちゃ広くて、荷物をたくさん置いても全然邪魔にならないくらい足を伸ばせるスペースがあります。そして座席の右にはこうしてリクライニングボタンがついています。でこのボタンを押すとアテンダントさんが来てくれるボタンですね。ここには支払い用のバーコードがついていて、車内でいろいろ頼めるそうです。あとは読書灯もついていますね。ここを押すとこんな感じで光ります。2段階で調節することができます。枕の位置もこうして上下に調整することができます。この辺かな。あとはここにご飯食べる用のテーブルがついています。これは日本の新幹線のグランクラスと同じ感じですね。このように前後にテーブルを操作することができます。あとはここにコンセントがついていますね。そして座席の前にはいろんなアメニティが置いてあったりします。まずは乗車してからすぐに何飲むか聞かれたんですけど、コーラを頼んでみました。お酒はありますかって聞いたんですけど、笑っててないですって言われました。あ、炭酸がめっちゃ抜けてるけど美味しいです。その他にはスリッパも入っていました。結構サイズが大きめですね。履いてみよう。スリッパを履いてみたらこんな感じです。ゆったりとしていて履きやすいです。あとは他にはお手拭きとこれが置いてありました。これは何だろう。こういう感じでお菓子ですね。パイみたいなお菓子が入っています。後で食べたいと思います。それと座席の前ポケットにはいろんな新聞だったりパンフレットが入っています。それじゃあ最後に座席を倒してみましょう。いきます。せーのと。うわ、めっちゃ倒れる。やばい。おお、すごい。こんなに倒れてくれました。新幹線でこんなに倒れるのは初めてですね。ほぼフルフラットになりました。やったー、大ゴロンできる。でもちょっと恥ずかしいので起きます。出発から30分くらい経って高い建物もほとんどなくなってきました。のどかな街並みが続いています。甘くて美味しい。結構日本と違うなって思ったのは、こうやって乗ってる人みんな携帯の音を出して動画を見たりするんですよ。日本だとみんなイヤホンとかしたりするじゃないですか。イヤホンしてる人が全然いないですね。
中国では公共の場は賑やかで当たり前という価値観なので、初めて来た人はびっくりするかもしれないですね。まあそのおかげでこうして動画も撮れてるので結構助かってます。正直高速鉄道はもっと走行音とかうるさいのかなって思ってたんですけど、全然想像と違いましたね。こんなに乗り心地がいいと一瞬でゴロンしたくなっちゃいます。快適すぎる。これやばいな。じゃあ一旦おやすみなさい。ずっと寝てばっかりであれなので、お散歩がてら車内探検にやってきました。ここはビジネスクラスの一つ下の一等座の車両になります。一等座でもかなり快適そうで、動画じゃなかったら絶対こっちを選んでましたね。そしてこれが各車両についている洗面台です。コンセントもついてて便利ですね。洗面台の隣にはお手洗いがあって、中はこんな感じになっていました。日本と違って驚いたのはこの便座カバーですね。汚れが気になるときはこれを使ってねって感じらしいです。現場からは以上です。車内探検が終わって自分の席に帰ってきました。窓から中国らしい山々が見えてきて、この間飛ばされたバンジージャンプを思い出し中。まだ見てない方はぜひ概要欄からチェックしてください。私が突き落とされているところが見れます。ちなみにここの座席の値段なんですけど、ビジネスクラスで2188元しました。これは日本円でだいたい4万5千円くらいです。ここの席の一つ隣の車両のプレミアムクラスは1300元です。これは2万6千円ぐらいです。でその次は一等席なんですけど、ここは900元で、最後一番安い二等席が538元でした。なのでビジネスクラスにするとかなり値段が上がってしまいますね。せっかくだし絶対に元を取りたいということで、もちろんフルフラットで大ゴロンさせていただきます。一個だけちょっと気になることがあって、ゴロンした時に通路にいるアテンダントさんと目が合うんですよね。ちょっと気まずい。少しだけ仮眠するつもりが、気づいたら2時間も爆睡してました。いや、自分でもびっくりしてます。寝台列車のような乗り心地で超快適です。あとはお酒さえあればね、完璧だったんですけど、法律で禁止されているので仕方なく我慢します。そうこうしているうちに列車は南京南駅に近づいてきました。オセロだったら全部南になりそうな駅名で面白い。出発から3時間経ってお待ちかねのお昼ご飯がやってきました。めっちゃ美味しそうです。果たしてお味はいかがでしょうか。これはちょっと半端ないですね。中華料理屋さんで出てきてもおかしくないっちゅうか、ビジネスクラスに乗った甲斐があるっちゅうか、とにかく絶品です。さっきアテンダントさんがビーフはチキンって聞きに来てくれたんですけど、飛行機のファーストクラスみたいでテンション上がりました。まあでも一番好きな中華料理はママの手料理なんですけどね。こんな素敵な旅行をプレゼントしてくれたママには感謝しかありません。出発から4時間経ってだいぶ上海に近づいてきました。
ちなみに復興号は最高速度350キロで定期ダイヤで走る鉄道の中では世界最速なんだそうです。そのおかげで1200キロ離れた場所でもたった4時間で移動できてしまうので、気になる方はぜひ乗車してみてください。着いた。最初に撮れなかったんですけど G31 の顔はこんな感じです。結構先端尖っててシャープなデザインでかっこいいですね。じゃあバイバーイ、またね。あ、シャンラ湖州駅に到着しました。いやー、めちゃくちゃ快適に移動できました。まずはフルフラットになるのがもう本当に良くて爆睡しちゃいました。新幹線でこうやってフルフラットになれるのは初めてだったので、とても面白い経験ができました。あとご飯も2回ついていて、パンとお弁当をもらえてすごく美味しかったです。あと速度がめちゃくちゃ速かったので、北京からこっちの上海の方まで4時間で移動できちゃって、とってもあっという間の旅でした。ここの湖州駅は浙江省というところにある上海とか広州が近くにある落ち着いた町です。観光地というよりかは自然豊かで歴史の残る町なんですけど、今日はここにちょっと用事があって来ました。この次はとあるところに行こうと思ってます。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあまたね、バイバーイ。